皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。3月24日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は165メートル37でした。おとといと比べると15センチの下げ、ここのところ上昇傾向が続いていましたが、ようやく止まりました。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒4820立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒7400立方メートルでした。差分については毎秒2580立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はマイナスの1900、三峡ダムもマイナス1800。両観測所ともになかなかの減少っぷりです。なお、最上流にある四田ダムのうち高架波ダムの放流量は22日の朝8時の時点で毎秒1990立方メートル、前の日とほぼ変わらずで非常に低い水準のまま、ある意味イレギュラーな状況が続いています。一方、深夜0時の放流量は毎秒8340立方メートル。単純計算すると 27% の発電状況で9基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。ただし、それぞれのタービンはフルで発電することはないでしょうから、5割と仮定するなら18基ほどの稼働になるかもしれません。おとついの同じ時間帯と比べると、ほぼ変わらずといったところです。湖南省水門局発表の三峡ダムに関する最新データを確認します。黒で示す放流量について、すでに半月近く一定のパターンを維持し続けています。1ヶ月前を振り返ると、その時の変動とのギャップが半端ないですね。緑のラインの流入量は、一時毎秒1万立方メートルを超える時もありましたが、その後急激に減少。上流の観測所でも、流量は同様に大きく落ち込んでいます。いつもこのチャンネルをご覧いただいている方ならもうお察しの通り、理由については後ほど詳しく。ようやく放流量と流入量が均衡状態になったことから、水位の上昇は止まっています。Nishi Yang Channel。 三峡ダムと最上流ダムの流量の変化を詳しく見てみます。こちらは2月の初めからおとついまでのそれぞれの流量を示したグラフになり、上が三峡ダム、下が高架波ダムです。まず最初に高架波ダム側で放流を急激に絞っていることがわかります。もともと毎秒4000立方メートルあたりだったのが、毎秒2000立方メートルまで落としています。その後、時間を置いて三峡ダムへの流入は急激に減少する一方で、放流量はほとんど変化がありません。そこそこの雨が降ることでダムへの流入量がどんどん増えたため、放流量を大きく上回り、ダムの水位は上昇。今の時期は逆に水位を下げる時期なので、さすがにこれはまずいと判断したのか、最上流ダムで放流を大きく絞ったものと推測されます。結果的に三峡ダムの流入量は放流量を下回ることになり、ダムの水位上昇はひとまず止まりました。三峡ダムだけを見ればよかったねで済みますが、ここには大きな問題が一つあります。最上流の高架波ダムは発電がメインのダムですから、本来はもっと放流をして発電を維持しないといけないはず。放流量ベースでグラフを見ていただいてわかる通り、このダム単体で三峡ダムの4割ぐらいを発電しているため、少なくとも小規模ダムではありません。そのダムで通常の半分まで絞っているのですから、電力供給の面からすると、無視できるレベルではないでしょう。今の水準は春節の旧正月休暇並みのレベルにまで落としていることになります。この発電の低下は、どこかで補填しないといけないことになるでしょうから、いつまでも今の状態を続けるわけにはいきません。一連の動きを見ていて、最上流で何かをするのではなく、三峡ダムの放流量を増やせばいいだけの話じゃないかと思った、そこのあなた。実は私もそう思ったのですが、
三峡ダムからの放流を増やしたくないのか、増やしたくてもできない理由があるのか、どこか壊れてるんじゃないのかなどなど、個人的な妄想は膨らむばかりです。三峡ダム周辺における雨の状況を確認しておきます。今年に入ってから1月と2月の降水量は平年を下回る小雨傾向となっていました。3月になると初旬の段階から順調に降水を記録していたことから、今月は例年通りではと予測していたところ、何度かまとまった雨が降ったため、昨日の夜の時点で累計雨量が 80.5 ミリと平年を上回る状況です。ウィンディーの予測でもしばらくぐずついた天気が続きそうなので、さらにプラスされる可能性は高いかもしれません。4月以降、雨量が増えていくのか、あるいはこの辺りでまた渇水に戻るのか、注目したいと思います。天気予報サービスのウィンディーで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後11時までの様子。なぜか三峡ダム近くで雨雲が湧き出し、下流へ流れていく様子が見られ、長江流域は上流下流ともに所々で雨が降っています。次に今後の予想を見てみます。しばらくダム周辺を含め、特に長江のすぐ南側で雨雲が出る機会が多くなりそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が16度、最低気温が9度で小雨の予報。これを見ていると、数日おきに天気が変わるといったところでしょうか。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。香港、ガソリン価格600円超え、歴史的高騰で北上給油減少も毎日新聞が伝えています。記事によると、中東情勢の影響で原油が高騰する中、世界一高いとされる香港のガソリン価格がさらに上昇して記録的な水準になり、市民に驚きが広がっている。香港メディアによると、安いガソリンを求めて隣接する中国広東省深センで給油する香港のドライバーも増え始めた。深センでのガソリンの値段は香港の約3分の1といい、同氏は深センに用がなくてもガソリンタンクの油がなくなれば給油に来ることもあるとのトラックドライバーの声を伝えた。以上、香港ガソリン価格600円超え、歴史的高騰で北上給油減少もについてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。ガソリン価格が1リットル600円という報道に驚かれた方も多いのではないでしょうか。もっとも香港はもともと世界でも物価の高い地域で、食費を節約するために隣の深センまで出かけるという話も以前から聞かれていました。今回のようにガソリン価格が極端に上がれば、遠出して給油する人が増えるのも納得です。香港は燃料備蓄が十分でないゆえ、税金だけでも1リットルあたり120円ほど。こうした構造もあり、中東情勢の影響を受けやすいのでしょう。中国はイランと関係が深いとも言われてきましたが、こうした状況を見ると、必ずしもエネルギー面で融通が効いているわけでもなさそう。結局のところ、国際関係というのは理念よりも利害関係が優先される場面が多いということ。一方、日本でも一時はガソリン価格が200円を超えるのではないかと心配されましたが、素早い政府の対応で、現在は170円前後に戻りつつあるようで、ガソリン価格は生活に直結するだけに、こうした対応の速さはありがたいところ。便乗値上げのガソリンスタンドを見つけてきて、オールドメディアでは大変だと大騒ぎしていますが、そんな宣伝活動に騙されてはいけませんね。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。南西諸島に少し雨雲が見られるものの、その他はおおむね晴れか曇りで、おとといと同じパターン。各地のライブカメラを見ても、全国的に日が差しているところが多いようです。ニュースによると、今日は最高気温が平年並みか高めということですが、明日は西から天気は崩れるとのことです。こちらは京都御所、昨日の様子になります。すでに早咲きの桜は満開で、しだれ桜が見頃となっています。日本語が自然に耳に入ってきて、とても静かな現地で良きこと。ガーガー言うのがいなくなると、こうも変わるものかと改めて実感。そろそろソメイヨシノの開花宣言が出だしているので、お出かけしてみてはいかがでしょうか。さて、三峡ダムにはダム本体の他に閘門といって、船を上げ下げする設備があるのをご存知でしょうか。センチネルの衛星写真でもはっきりわかる通り、5段式のプールで、
上下2本のルートがあります。あともう一つ、こちらは比較的小型の船が対象になるのですが、船舶昇降機がダムのすぐ横にあります。いずれもダム建設により、上流側と下流側の水位差が115メートルほどになったために作られた施設。マリントラフィックでも船が行き交う様子を見ることができ、半端ない数の船舶が確認できます。実は、これらの施設の持つキャパを超える船がこの港門を利用しており、限界を迎えていると、あちらの管制メディアが報じていました。この課題を解決するため、先日、新たな港門を建設するという管制メディアのニュースが出てきました。国家発展改革委員会が発表した内容は次の通り。工事の名前は、三峡新水路プロジェクト。総投資額は約766億元。日本円で約1兆5000億円。総工期は準備期間12ヶ月と本体工事が100ヶ月。場所は、既存の三峡船舶港門の北側に位置。5段式のプール、上下2本のルート。1万トン級の船舶が通行可能だそうです。巨大な構造物をまた作ろうとしているあちらさん。いずれにしても、完成するには10年ほどかかりそうですから、それまでこのチャンネルがあるかどうか、そもそも三峡ダム自体があるかどうか。非常に興味深いところです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。